シャローン、高崎です。今日はサルセルというフランス北郊外の町に来ています。ここは最もフランスの中でユダヤ人の迫害が多い地域だそうです。この中では人々は政府が用意した生活保護の団地みたいなところに住んでるんですけど、そのエリアでさえ主にムスリムの人たちに殺されたり攻撃を受けたりっていうのがすごく激しいそうです。どれぐらい激しいかというと、警察も危ないすぎて入ってこないっていうぐらい、もう何のための警察だと思うぐらいなんですけど、そういった地域ですね。でここにいる人たちも一刻も早くアリアしたいという願いで暮らしているそうです。その中で例えば学校に通う途中にユダヤ人であるというだけで3歳5歳8歳の子供たちが殺されてしまったりとか、それを殺した首謀者っていうのはムスリムの人たちなんだそうですが、そういった中で今生活しています。それから学校に通う時もその銃で守られながら生活をすると、そういった状況で今暮らしているということです。詳しい話をその現地の人に聞いてみましょう。はい、ということで、皆さんこんにちは、高崎チャンネルです。今日はサルセル市とサンブリス市の市の職員である方にインタビューをしていきたいと思います。もう一度肩書きとお名前を聞いてもよろしいでしょうか。So, konnichiwa. My name is Isaac Barchichat. I'm a deputy mayor of a town next to Sarcelles called Saint-Brice. I was born and raised here, and I'm also a chartered accountant and very involved into the Jewish community matters. 共同体にとても深く関わっています。先ほど現状のお話を聞かせていただいたんですが、もう少し詳しく聞かせてください。So, Sarcelles has always been a center はこのユダヤ of 人 Jewish の life. 共同体の大きなこの生活の拠点でありました。そしてこの長い間ユダヤ人の人々はここで平和に暮らしていましたけれども、2012年、2015年のテロリストの攻撃によってこの生活は大きな影響を受けました。なぜそのような、この攻撃、彼らを攻撃するようなことになってしまったんでしょうか。その具体的な、理由というか経緯、この構造、攻撃を受けるようになった構造を教えてください。長年の間、ユダヤ人はフランスでの生活をこの平和に進めていましたけれども、2012年また2015年のこのテロの行為によってこのユダヤ人たちがテロの行為の標的にされるようになりました。そしてそれは今日も続いています。それはこの反ユダヤ主義につながっています。I would add that since October 7, it's not only the attacks that occurred in 2012こ and の 2015またもう一つ付け加えたいのは、10月7日以降はこの反ユダヤ主義のがさらに他の今までのこのテロを行っていた人たちだけではなく一般の人たちにも広がり始めています。そしてパレスチナの権利を主張することによってこのユダヤ人に対しての攻撃的な目が向けられるようになってきて、さらにそれが増えていくというふうに感じています。その具体的に先ほど12年前に小さい子どもたちが殺されたっていうことはお聞きしたんですが、日常的によくある迫害の具体的な内容というものを例がいくつかあれば教えてください。まず最初に理解していただきたいのは、その2012年また2015年の出来事の後、このユダヤ人の建物ですね、ユダヤ的な建物、この宗教のシナゴグであったり、また学校であったりというところがフランスの軍隊によって兵士たちによって守られなければいけないようになりました。そのために例えば4歳のこの女の子がこの学校に行くときに一番最初に学校に入るときに見るのは兵士たちが大きなライフルを抱えているそのような姿だったりします。それがどのような彼らの日常生活に対しての恐れを与えるかということを感じていただきたいと思います。またそれに加えて日々の生活の中で例えば街を歩いていたらこの暴言を吐かれたり、またシナゴグに行こうとしたら暴行されたり、また近所の近隣の人々で彼らがユダヤ人だということを、またこの10月7日以降で何かイスラエルで起こったことに対してこの不満を持っている人たちがこの家の壁やドアにこの落書きをしたりといったことが起こっています。その解決はすごく難しいと思うんですけれども、特にこの地域におけるその解決の糸口などがあるのでしょうか。
So first of all, we, the Jews, 私たちこのユダヤ人は皆信仰を持っています。そして神を信じています。ですから私たちが存在するのは神がこの目的を持って私たちを存在させている、またいるところにいさせているというふうに感じています。ですからどこにいても私たちはこの人々を愛していますし、またそれがこのキリスト教徒であったりイスラム教徒であったり、またユダヤ人であったり、この全ての人は神によって作られたと信じていますので、私たちは彼らを愛しています。ですからフランスであるにしても、あるいはイスラエルに行くにしても、そのところで平和に住みたいと考えています。そのためにこの解決のを見つけなければいけないというふうに感じています。そして私たちはこのどこにおいても平和で暮らせるようにというふうに神に祈っています。最後に、この地域の人たちが、どれぐらいの割合でアリアをしたいと感じているのか、みんななのか一部の人なのか、そしてそれはどれぐらいアリアを熱望しているのかって、その温度感を教えてください。so every Jew まずすべてのユダヤ人はイスラエルにこのアリアしたいと思っています。なぜならばその地はこの私たちに神から与えられた土地であり、アブラハム、イサク、ヤコブの地です。ですけれども、このイスラエルに、例えばこのフランスからイスラエルに行くとしたら多くの準備を要します。経済的なもの、そしてまたこの言語、そしてまた職業等に必要なこの技術的なことなどを身につけなければいけません。ですので現実的な話をしますと、この1年ぐらいの間にアリアをしたいと思っている人たち、できる人たちは20から 30% でしょう。しかしそれは状況によります。今の状況がさらに悪くなったらここにいることができないという状況で迫られてきますので、そうするとこのアリアをする人たちは多くなるでしょう。それは選択ではなくて、もう状況に迫られてこのアリアをするということになります。貴重なお時間ありがとうございました。貴重なお話をいただいて本当にありがとうございました。Thank you very much. Thank you. Thank you. Very much. Thank you very much. Thank you. Bye bye.